こんにちは、あかねです。今日はじゃん、カルディの購入品紹介をしたいと思います。昨日たまたま行ったカルディが店内全品 10% オフセールをやってたので、以前から気になってたものをドーンと買ってきました。カルディでお買い物はあんまり正直したことなくって、よく行くは行くんですけど、いつも店内をざっと回ってあれ気になるな、食べてみたいなとか思うんですけど、なんか買わなくて、で結局いつも同じようなものを買うことが多かったんですね。なので今日は 10% オフのセールに乗っかって気になったものを全部買ってきました。こんな感じ、一個一個ご紹介したいと思います。はい、まずこちらポロショコラ。これはね、もう皆さんご存知ですね。これはね、確か1回過去に食べたことあって、でもかなり前、何年前だろう、すごい前に食べたことがあるんで美味しかった記憶があるのでまた買いました。これはこういうね、チョコレートケーキが5個入ってるんですけど、このチョコレートケーキがね、結構濃厚で美味しかったと思うんですよね。カルディの中でも人気結構上位の方だったと思います。ちなみに賞味期限は2025年12月になってるんで、まあ半年まではないか、5ヶ月ぐらいは持つようになってます。はい、続いてスイーツ系で言うと、じゃーん、杏仁豆腐です。このね、パンダのパッケージの杏仁豆腐、カルディに行ったことある人ならみんな一度は見たことあると思うんですけど、このね、パックになってて、この中に杏仁豆腐が四角いものが入っているやつですね。これすごい人気な方は知ってたんですけど、買ったことなくって、で結構美味しいって言ってる人多いから今回食べてみようと思ってます。で食べ方は、このまんま冷やして、で食べる時にこの上をね切ってお皿に出すみたいな、そんな感じで食べられるそうです。プルルントロリン滑らか杏仁、美味しそうですよね。後で食べてみたいです。続いてじゃん、こちらコーヒーゼリー、モカキリマンジャロコーヒーゼリーっていうやつですね。こんな感じでコーヒーゼリーがここにあって、上はねこんな感じでミルクとお砂糖が入ってます。砂糖はなんていうの、ザラメみたいな感じ、ちょっと茶色い色がついた砂糖です。でコーヒーゼリーにねお砂糖っていうのがちょっと珍しいなと思って、食べる時は上にミルクかけて砂糖かけて食べるらしいです。これなんかすごい人気らしくて、最近まで購入制限がつくくらい人気らしくて、なんか美味しいらしいんですよね。このお砂糖が食感がなんかジャリジャリしてて好きっていう口コミが SNS とかで見るとそうやって書いてる人が多かったですね。でも結構1個が大きいです。ということでこのコーヒーゼリーを2つ買いました。続いてこちらスイカジュースです。 100% のスイカジュースです。これね、モーションウォーターメロンジュース、ストレートのスイカジュースになります。私これ大好きで、最近カルディに行ったら大体これをね買うことが多かったんですけど、スイカが好きな人はこれほんと大好きだと思う。もうほんとスイカの果汁をそのまんま絞ってパック詰めにしましたっていうような味です。スイカそのまんまの味がします。これ冷蔵庫に入れて冷やしてすっきりしたい時とかに飲むのが私は好きです。続いてこちらリコラのオリジナルハーブキャンディーです。リコラっていうね、スイスのメーカーの飴があるんですけど、このパッケージ見たことある人も多いかなと思います。これはハーブエキスが使われている飴で、結構スーッとする感じの飴ですね。スイスの大自然が育んだ13種類のハーブエキスを配合した喉に優しいハーブキャンディーですっていうことです。なんか最近エアコンとかで喉が乾燥したりとか、あとは近々飛行機に乗る機会があるので、その時に食べれるようにこの飴を買いました。はい、続いてこちらペパーミントのハーブティーですね。このハーブティーは常に家に置いてあるものなんですけど、ちょうど在庫がなくなりそうだったんで新たに購入しました。これは10袋入りで、もう1個確か20袋入りがあるんですよね、大きい箱で。でそれいつも買ってたんですけど、なんか今日これしかなかったんで10袋の分を買いました。これはカフェインフリーのハーブティーです。このペパーミントのハーブティーすごい私は最近お気に入りで、例えば脂っこいものとか
なんかラーメンとか胃もたれしそうなものを食べた時に食後にこれ飲んで夜寝るとなんか翌朝結構すっきり起きられるというか、胃もたれをあんまり感じないことが多いんですよ。なんで脂っこいものとかそういうちょっとジャンクなものを食べるときは私は食後にこれを飲むことが多いです。で実際にペパーミントティーには消化促進、リフレッシュ効果、鎮静効果などがあるらしくて、胃もたれとか消化不良の改善、ストレス軽減、安眠効果などの期待ができます。また初期症状やより物酔いにも効果があると言われてますだそうなんで、気分を変えたい時とか結構すっきりしたい時とかにこれはすごい助かるアイテムだなと思って常備しています。で私はこの個包装タイプをねいつも買ってるんですけど、旅行とか行く時にこれを個包装のタイプを持っていけるんで便利ですね。旅行の時こそ私はこれを持って行ってて、旅行の時って結構食べたいものを食べたいし、結構オイリーなものを食べる機会が多いと思うんで、どうしても多くなっちゃうと思うんで、食後とか朝ちょっと胸焼けしてんなっていう時はこれを飲んでますね。はい、続いてこちらファンダメンタルズのオーガニックブラックチアシードです。これちょっとねもう今朝開けちゃったんですよね。ちょっと食べちゃって。でチアシードって皆さん見たことある人も多いと思うんですけど、こんな感じのなんていうの種なんですね。黒い種になってて、これを水で戻すとちょっと膨らんでプルプルになる。でこれどうやって食べるかっていうと、私は最近ヨーグルトを朝とかおやつ食べることにハマってるので、ヨーグルトにこれを入れて食べたいと思ってます。で食べ方としてはこのチアシードに対して5倍ほどの量の水を加え、冷蔵庫で1時間ほど置きジェルを作ります。これお水で戻すとちょっと膨らんでプルプルになるんですよね。で味はね無味無臭で何もしないです。スムージーとかヨーグルトとかサラダとかにもねかけて食べます。でこれ何にいいかというと、チアシードって食物繊維、あとタンパク質が結構豊富に含まれてるんですよね。でスーパーフードって言われているものなので、こういう風にさ水で戻すだけだと結構手軽に簡単にね取れるから、チアシードはいつか買いたいと思ってたんで今回購入しました。続いて韓国ジャバン海苔、これね行くたびにほんと気になってたんですよね。これ何かっていうと、この韓国海苔がフレーク状になってるやつですね。でこれをご飯の上にのせたりとかおにぎりにしたりとか麺類に入れたり、もちろんそのまんま食べてもいいしっていうようなものです。これ気になってて美味しそうだなと思ってたんですよ。こういう風にご飯の上にのせて食べたくて、食べてないから味は分かんないんですけど多分美味しいよね。っていうか絶対美味しいと思う、韓国海苔だし。ということでこちらを買ってみました。はい、続いてこちらトウモロコシの茶碗蒸しの素、美味しそうじゃないこれ。これはこの中になんか液体状の茶碗蒸しの素が入ってて、で卵とお水とこれを混ぜてレンジでチンすると茶碗蒸しができるっていうようなものです。で2人分が2袋なんで4杯分入ってて、でレンジで500ワットで3分ぐらいでできるらしいんで、すごい手軽だなと思って買いました。あとトウモロコシっていうのがちょっと珍しいなと思って美味しそう。あったかいものでも冷たいものでも美味しくいただけるそうです。はい、最後はこちら越前リゾットソース、エビトマトクリームときのこクリームですね。レトルトのソースです。これを温めてご飯の上にかけて混ぜてから食べるとこういうリゾットになるよっていうものですね。エキストラバージンオリーブオイルをかけるとより風味豊かに仕上がるってことで美味しそうじゃないですか。なんか在宅ワークの時のランチの時にすごい手軽で簡単でいいなと思って買いました。でこっちはきのこでクリームソースなんで粉チーズをかけるとより美味しいということですね。確かに美味しそう。味はねシリーズ的に何種類あるかちょっと分かんないんですけど、昨日私が見た店舗だとこのきのこクリームとエビのトマトクリームがこの2つが売られてました。前までは結構健康に気を使ってこういうレトルトとかあんまり食べなかったんですけど、最近は夏でキッチンに立つのも暑いし、なるべくそのキッチンにいる時間を短くしたいし、こだわりすぎるとキリがないからちょっと一旦自分が料理が楽になるようにこういうものを最近食べることもあります。はい、ということで今回は合計4191円のお買い物でした。全部で何個かな ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13 点買いました。カルディでおすすめのものとかこういうの美味しいよっていうものがあったらぜひコメントで教えてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。
また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。